基本的にインサイドセールスから入っていってるような形になっているんですけども、テレアポからの購買をしたような施設に対して僕たちがオンラインで商談をさせていただき、サンプル送付をして最終的にこれテレアポで売ってるんですか？テレアポで売ってます。マジ？すごいな。大手さんであると数をかけたルート営業っていうところと薄利多売な形で全国にゴリゴリとやっているっていうような状況がある中で、僕たちどこのタイミングでブレイクスルーを起こせるのかっていうところをずっと考えていて、現場の課題感みたいなところを吸い上げるみたいな意味も込めて、現場も回っているんですけども、インサイトセールスこの二軸で今をやっていて、ただ全部労働集約的なのに、人がいない、リソースが足りないっていうような状況でアップサイドがかなり見えてしまっているような状態っていうところが今課題になっているかなというふうに思っています。2C に対してなんですけども、今基本的には Amazon での販売っていうところがメインになっているんですが、やはりサブスクができないよねっていうところありますし、例えばきなこ抹茶チョコレートの2つずつ3つセットで6個みたいなところしか提供できてないのに、抹茶食べたくないだったりとか、そういった要望ってやっぱりホームページにいただくので、カスタマイズ性っていうところが足りないよね、自社サイト作んなきゃね、ただこれで運用するのって誰なんだっけであったりだとか、そこのマーケの動線どうやって引くんだっけみたいなところの社内リソース圧倒的に足りてないっていうところが本質的な僕たちの課題になっているかなというふうに思ってます。インサイドセールスっていうところでいくと根本間違えてる気はしてて、このビジネスの根幹になる課題って一つ啓蒙なんですよ。そもそも新しい市場に対してこれを届けていきますっていうフェーズやから、そこでテレアポっていうのが結構難しい。どこまでいっても既存のナンバーワンがいる市場に対してゴリゴリ取っていく、もしくは何かの市場のリプレイスがテレアポには向いてて、そうじゃなかったらやっぱ広告もしくはSNS ですよね。で啓蒙していかないときついなっていう感覚があって、そっち側の啓蒙活動っていうのはしっかりできてるんですか？正直ほとんどできてないかなっていうふうに思ってます。地方のメディアであったりとか、トピックスとしても結構高齢者領域で食で孫世代の僕がやってるみたいなところに対して興味を持ってくださる方々が拾っていただいたりとか掲載いただいたりっていうところはあれど、僕たちが意図的に打ったりだとかムーブメント作っていこうぜみたいなことは現状できてないっていうところが事実あるかなっていう。これリプレイスに見えて全くリプレイスじゃないじゃないですか。もう新ジャンルというか新しいジャンルだからこそ、例えば SNS とかで営業していくときに無料で配ってショート動画とかで C 向けに一旦 SNS で拡散して、その後その C がこんぐらい受けてるんだよっていうのを B 向けに営業するみたいなのをやった方がいいかもしれないですね。 B で逆にこれ断られる要因って何なんですか？代表例としてはまず1つ目が価格っていうところ、先ほどの栄養剤だったりだとか医薬品なので、いわゆる保険適用で1割負担で40円なんですよね。僕たちの商品と同じぐらいの栄養素を取るのに、今まででは40円でいけるものを僕たちは348円で提供してるっていうところに対して、圧倒的に横並びで考えられないというか現状はあるのかなと思っています。商材として器用貧乏だなって思ってる部分があって、商品価格としてめっちゃ高級志向で売り出せるほど高いわけでもないけれども、栄養系と比べると高くなってしまうし、味も美味しいっては言うけれども健康度外視のハーゲンダッツとかには負けてしまうっていうので、売り込みにくいなっていうのがシンプルな感想なんですね。例えばめちゃくちゃ価格を上げて高級志向にして売り出したりだったりとか、コンセプトを変えるみたいなことは検討の余地に入りますかね。こちらに関しては柔軟にですね対応していきたいなっていうふうに考えています。今のこの価格の設定っていうところが、事業所にギリギリ受け入れられるか受け入れられないかみたいなところで結構せめぎ合ってやってる部分があって、そこのチューニングっていうところはより進めていかないといけないなっていうふうには思ったところではあります。 LTV と許容 CPA っていくらですか？ 2B でいうと月の購入額っていうところは 1.5 万ほどになっている。なのでバルクでいうと6リットルほどを買っていただいているっていうような形になっていて、だいたいチャンレートとして6、70% 今はいってしまって削られちゃうっていうところになっているので、半年で回収できるような状態ではありますね。僕たちが営業させていただいて、で6ヶ月継続でやっとその施設あたりの損益分岐は超えるような形になっています。はい、じゃあオファーします。短期的なのだったら 2B 向けの営業支援、テストマーケ的に安くやるっていう前提で、例えば月20万とかでもう3ヶ月1回試しましょうみたいな、これはもうテレアポから例えばハガキを送るとか、場合によっては訪問営業までみたいな部隊がうちにいるので、それを稼働させます。で、中長期の話で言うと、なんか今コンセプトがちょっとふわっとしてるような気がしていて、一旦そこのコンセプトだったりとかマーケ戦略の壁打ちを1ヶ月ないし2ヶ月かけてがっつりやりませんかっていうご提案です。こっちがだいたい月70でも1ヶ月ぐらいで終わりましょうよっていうオファーしようかなと思います。これ実際に上本さんが 0. 何%ぐらい入っていただけるかなっていう。営業支援の方に関しては、ほぼ入らないですね。
営業がより得意な営業支援メンバーというのがいるので、その人間と一緒にやっていくという形になります。ただ、今回のお話を踏まえて営業戦略どうすべきであるみたいなところは入ります。で、マーケ支援に関しては、僕が入ります。結論なんか今は僕としてはマーケは多分プッシュ型のマーケになると思ってるんですよ。例えば TikTok でアド分回すとか、多分リスティング貼るとかじゃなくてパブリシティにもっと出すとかっていうマーケになってくると思っていて、なんかそっちは予算であったりとか結構体力的に必要な部分っていうのがあると思っているので、足元多分商品検証とかもっと進めるべきですよね。となると即効性のある営業支援の方がいいのかなっていう気がしてます。なんで僕は一旦マーケの壁打ちはおいおいっていう形で営業支援の方で話は進めれば嬉しいです。僕オファーいいですか？ EC サイトの制作の方を、50万円でやるのと、プラスで発注していただけるなら、その事業のコンセプトからやっぱり多少見直した方がいいんじゃないのかなって僕は思ってる部分があって、そこの壁打ちっていうのをじゃあ3回やります。EC 何で構築されるような予定ですかね？費用感的にワードプレスに既存のテーマにちゃんとエンジニアを入れてデザインを回収してっていう形で、内容としては正直この金額感で、SEO でめっちゃ上位狙いますとか無理だと思うんですけど、病院向けにマーケティングしていくにあたってホームページパッて見た時に信頼されそうだなみたいな感じで思われるような感じでするっていうのを。ごめんなさい、いいですか？カットイン。その金額じゃ無理じゃない？今回ってサブスク機能をつけたいってなるとカート機能を絶対につけないといけないし、決済機能もつけないといけないしってなった時に、表をつけるのは50でいけてもカート機能とかそのあたりの検討がすげえ抜けてるような気がしてて、結局サブスク化していきたいわけですよね。最終的には 2C に向けてだと、だと要件を満たしてないような気がしちゃうので、まず基本的に半額くらいの金額でこの場だから提示してるっていうのはまず1点あるっていうのと、そんなに別に難しいものじゃなくてウーコマースとかで全部包括できる機能なんで、今言ったのは本当ですか？うちの認識ですね。本当ですか？サブスクのリピート通販系のカートシステムとかめちゃくちゃややこいですよ。ちょっと細かい要件詰めてったらもっとかかるとかはありえるかもしれないですけどじゃあ最初に言ってあげてよ。僕もオファーします。上場企業のところがあるので、そことつながりがあるので、例えばそういう大手さんとちょっと組んで、大手が介護施設とかと何百箇所もあるんで、そこにちょっと紹介することならまず可能ですよ。でそこでのフィーとしては下ろした売上に関しては 5% で、もう一つが SNS でおじいちゃんおばあちゃんのショート動画を撮って、でその中身がなんか昔こういうことあったよねとか、ちょっとおじいちゃんおばあちゃん言わないような下ネタとか最近すごくバズってるんで、それをどっちかというと40代とか50代に指していく、一体認知取って、そこでいつもアイスそれを食べるっていうので一回 SNS バズらせた上で 2B で営業する。価格でいうと、月一旦30万とかで SNS は完全にまるっと運用させていただきますって感じのオファーです。これ実際にSNS マルトっていうところでいうと何のチャンネルになりますかね？ TikTok とインスタグラムで実際にコンセプトであったりだとか戦略設計みたいなところがメインになるのか、それともそこからの落とし込みみたいなところは割と僕たちリソースでしていくようなイメージ感なんですかね？それもまるっとですね。コンセプトから全部まるっとで運用までっていうので、はい。例えば TikTok、Instagram どっちか片方にして例えばディスカウントしていただくことってできたりしますか？金額自体は、はい、片方で一回ちょっと稼働しましょうみたいなところで言うとどのくらいになりますか？最低でも20万。イメージ的にはもう1ヶ月目でいわゆるちょっと中長期の戦略みたいな作った上で進めていくっていうような感覚に、はい、ぶっちゃけなんか営業されていく上でご自身で撮影できると思うんです。そこは例えば我々が撮影までまるっとやらなくても時間20分ぐらい使って施設のおじいちゃんおばあちゃんを撮っていただく、で我々は撮影以外のところは全部まるっとやるみたいな、そういう形でディスカウントで20万とかでもできると思うんで、はい。他オファーある方いらっしゃいますか？あります。 SNS ですね。僕は月50ですね。今言ってもらったような TikTok とか老人ホーム行ってそれを取ってもらって納品、これ多分ほんまにしたいことじゃないと思うんですよ。ディスカウントしてるからそれでやったらできます。 100% 伸びひんからやったらやらん方がいい。うちやったらもうショートムービー作ってがっつり啓蒙していきます。絶対だって本望じゃないし。いやでも僕結構本当に会社名もジャパンプライドなんで、この日本を作ってくれたおじいちゃんおばあちゃんとかそういう社会貢献めっちゃ好きなんで、そこは僕入ります。僕も大好きなんで入りたいですけど、その上で
絶対伸びひんくなるからちゃんとなんでですか？ディスカウントとかせずにどっちでもいいからちゃんとやった方がいいですよね。ブランディングなんでこれは CPA がどうのこうのとかコンバージョン率とか考えるんじゃなくて啓蒙のための一種のオーガニックで伸ばしていく戦略やから、ここでディスカウントしてちょっと妥協して、伸びひんとかよりがっつりショートムービー作ったりとか有名人アサインしたりとか大きなブランド戦略しないと正味やっても意味ない。このぐらいの新しい市場を開拓するのだから20、30万とかじゃなくて70万とか100万とかしっかりかけてやるならありやと思いますし、そこまで出せないんやったら普通に 2B の営業戦略で 2B やっていった方がいいかなって思ってます。今回ですね、僕は上本さんのオファーを受けさせていただきたいなというふうに思ってます。大変ですね、皆様方ですね、素晴らしい提案をいただいたというふうに思っています。僕自身がですね、分かりかねている部分みたいなところもたくさんあってですね、オファー成立っていうところまでは至らなかったんですけども、今回足元で 2B まずは必要だよねっていうところを営業戦略であったりとか、営業まだまだ必要なフェーズかなっていうふうに認識しましたので、がっつりと縛いていただきたいなというふうに思っています。仲間さんに関しましては、僕自身がですね、支援する会社さんとのお話であったりとか、相場感も分かっていなかったような中で、この場でですね、完全に決めきるっていうところがちょっとできなかったなっていうふうに思っております。本来この手数料のマージンでっていうところであれば完全にもう仲間さんにお願いしようかなというふうに思っておりましたので、今回セットっていうところで即決難しかったかなというふうに思ってます。種藤さんに関しましては、僕のちょっと度胸がなかったなっていうふうに思っていまして、70万でがっつりとやっていく、それも啓蒙していくぞと、これはもう間違いなく僕必要な部分だと思っておりますので、またどこかの機会ですね、僕はもう一段階ステップアップした時にですね、ご相談させていただけたら嬉しいなと思っております。大堀さんですね、はい、理由といたしましては、自社 EC を少し構築し始めてしまったっていうところがありまして、そういった中でですね、少しこの使われている媒体というところが異なっていたというところがありまして、今回ノットオファーでをさせていただければなというふうに思っておりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。僕が思ったのはやっぱりその自由販売じゃないですか。保険適用だと9割引きとかじゃないですか。そこで戦ってるっていうのはいいことだなって。ただ難しいけど頑張ってほしいビジネスだな。保険適用だからじゃないからこそ、僕将来的な勝ち筋は 2C にあるような気はしてるんですよね。実際にお客さんの中でも高級志向というか、本当に気を使ってるご高齢の方が購入されるような金額上げるのもいいですけど、そういったブランディングとかそういった商品設計がそもそも必要な気はしました。高級志向にしては別にそんな高くもないしみたいな感じで結構売りにくい部分あったかなってそこは思います。だよね、ちゃんと定期購入できる仕組みとかそういうのが整わないと 2C アクセル踏むのはちょっと危険かなっていう気がしたんで、僕は 2B オファーを出しました。ただブランディング戦略とかプッシュ戦略パブリシティみたいなのは 100% 必要。いつかそういうのはやらないとなとは思ってます。100万円ぐらいじゃできないでしょうけどね。100万とかでできない。めちゃくちゃお金かかると。 2B はやっぱりもう限界が絶対あると思うんで、あると思います。なんかその医療にしても介護にしても、基本そんなにお金出せない方たちやっぱり多いんで、その方たちのことを考えると、いや例えば病院だったら治すってことにやっぱり力入れたいんで、もう美味しくなくても安いものを使っていこうってなると思うんですよ。なのでマンパワーでできるとこまでぐらいしか広がらなくて、最初やっぱり 2C で、そこでもう一回コンセプト作りから皆さん頑張っていただいて、いやそういうところに携わらせていただけたらね、面白そうだなとは思いますけどね。僕はその上本さんにここまで金額のところ突っ込まれるかなと思いました正直。めちゃくちゃだって下げたでしょ。半額くらいの僕は感じでいて、赤字になるとかの激安価格提示してないですよっていうのが僕の感じなんですけど、そんな激安ですかね。制作体制が素晴らしいのか、売り値を間違えてるのかだと思いますよ。多分 EC サイトの構築とかって僕は80から100くらいですね。後ろのカートとかややこしくなってくると結構跳ね上がるイメージなので、数百とかも全然あり得る世界だし、なんでもうちょいその辺は頑張っていただきたかったなシンプルにでもあれですね、食べ物系は実物持ってきてほしいですね。食べたかった食べれると思ってたんで結構食べてこなくてずっとお腹が鳴ってる。アイスだけでそれはどんだけ食べる気なんですか今回の商談いかがでしたか？
でも様々ですね、自分自身の足りない部分であったりだとか、今後やっていかなければいけない部分ですね、足元もそうですし、中長期でお話聞けたので、大変良かったなというふうに思っています。今回オフィサーの方々の印象はいかがでしたか？メディアの中ではかなり厳しいような印象を皆さんおありだとは思うんですけども、そういった中でもかなり温かく寄り添っていただいて、詰めるところしっかりと詰めていただいたので、大変ありがたかったなというふうに思っています。梅本さんのオファーを受けて今後想像している展開などはもうございますか？今回オファー成立した内容が、営業戦略であったりとか、営業周りのフローの確認だったりとか、仮説検証を強化していこうっていうようなお話ではあったので、そういった意味では会社に Tips が落ちきるようなものになっているかなというふうに思っているので、今後ですね、足元の数時間作るっていうところと、中長期こういったものが最終的にレバレッジ効いていけば幸いだなというふうに思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。先ほどのミーアイスなんですけど、スタジオに届いたみたいですので、ぜひ皆さんで一緒に試食できればと思うんですけど、はい、いただきます。入れた感じめちゃくちゃ柔らかくて、手ぐしめっちゃいい感じじゃないですか。粘り気も結構いい感じですって。いやこれほんまに本音でいきますよ僕。美味しいけど、けどハーゲンダッツよりかは美味しくない。それ言ってましたからね、でもご本人の言う通りチョコだと思うわ。レートの香りすごいしますね。ただちょっと舌触りで何かちょっと待ってアイスっぽくなくない、粉っぽさ。言ってるよね、なんか栄養粉みたいな、言ってた。特別な入れてますみたいな。となんか腹持ちが良さそうな感じもしません？なんかちょっとプロテインっぽいというか。プロテインっぽい。プロテインの味や確かに。めっちゃプロテインの味する。確かに。プロテインの粉をシェイクして凍らした感じ。でも栄養食としてっていう話だったら、だってさ、パンの栄養食とかもさ、美味しくないじゃん。美味しくない。栄養食やとしたらめっちゃうまいな。とはいえもりもり食べてたら結構太りそうな感じの味はしますけど、これだから甘みはかなりありますね。そういうやつやから。終わった後アフタートークというか、ちらっと外で話してたんですけど、ローカロリー版も検討してるらしいですよ。結構これはやっぱカロリーはちゃんと取れちゃうので、ローカロリー版で 2C とかは攻めれたらいいかなみたいな。じゃあそっち食べていいですか。いいっすよ。祖父母の方とかにおすすめできそうな感じしますか？この味で健康にいいなら味濃い方が高齢者の方喜ぶんで、待って僕はいいと思います。チョコもうまい。俺チョコの方が好みだよ。俺抹茶の方が好み。本当に？のきな粉食べました？今から食べますね。プロテイン感はめっちゃある方で。ちょっと待ってめっちゃ粉やわ。いやでも美味しいな。わかった。きな粉確かに。めっちゃでもうまい。美味しいですね。祖父母にはおすすめできるんじゃないですか。これで栄養を取るっていう観点を込みだったらって、味だけだとやっぱり普通のアイス差し入れたいなってなるんですけど、もうちょっと美味しくなりそうで、あの人の熱意的に。だって全く美味しくなかったって言ってたよ。そっからこれはすごいですよ。普通にサクサク食べれちゃう。美味しい。